ここは、ガタピヒヨコ町。行き場をなくした時間が、そっと息を潜めている。そんな不思議な通りだ。今日は、うなぎ屋の話をしよう。横丁の奥に、古いうなぎ屋がある。すすけたのれん。曇った引き戸。小さな提灯。看板の端には、かすれた字で、こう書かれていた。創業114年。土曜の丑の日が近いせいか、その店の前だけ、少し空気が濃い気がした。タレの焦げる匂いが、引き戸の隙間から、かすかに漂ってきた。潮匂いに誘われるように、わしは引き戸を開けた。店内には誰もいなかった。古い木のテーブル。背もたれの低い椅子。壁に染みついた煙の色。奥の方からパタパタと一羽で炭を煽る音だけがかすかに響いている。壁には古い厨房札が並んでいた。うな重、かど焼き、きご水。どれも字がかすれている。100年分の声を木札が吸い込んでいるようだった。その中に一枚だけ真新しい札があった。本日の一膳。わしはその札に促されるようにテーブルへ目を落とした。テーブルの上には小さなすり鉢と山椒の粒が置かれていた。山椒をゴリゴリとすりつぶす。その瞬間、遠く鋭い香りが店内に広がった。その香りが届いたかのように、テーブルの上に重箱が置かれていた。蓋の隙間から香ばしい匂いが静かに漏れている。わしはそっと蓋を開けた。そこには顔目がパリッと焼かれたうなぎがきれいに並んでいた。黒く艶のあるタレ、少し焦げた縁、その下にタレを含んだご飯。その一膳はじっと前からここにあったような顔をしていた。わしは山椒をかけた。箸を入れる。炭の香りがふっと鼻に抜けた。タレの甘さと山椒の香りが静かに追いかけてくる。体の奥までゆっくり届いてくる味だった。気づけば箸が止まらなくなっていた。食べ終える頃には炭を煽る音は聞こえなくなっていた。ふと壁の注文札を見る。本日の一膳。真新しかったはずの札は少しだけ色あせて見えた。わしが食べていたのはこの店が紡いできた時間そのものだったのかもしれない。今日の一膳もまたこの店の歴史にほんの少しだけ混ざっていくのだろう。すり鉢の底には山椒の香りがまだ少しだけ残っていた。時間は流れていくだけじゃない。受け継がれてつながっていく。チャンネル登録よろしくお願いします。